今回はロングベイトロッドビルディング最終回です。ダイヤモンドラップ、ガイドラッピング、エポキシコーティングを経てロッドが完成するまでの解説になります。富士工業のイージースティックセットとイージーコーティングキットを使ってみたので、そのレビューも含めての解説になります。まず KN フードを取り外し、ダイヤモンドラップをしやすくします。バッドエンドに適当なパイプを取り付け、グリップのエッジが潰れないようにしたら、ダイヤモンドラップのアンダーラップ端となる場所にマスキングテープでマーキングし、ガイドとします。塗装部分と無塗装部分には塗膜分の段差があるので、アートナイフで段差を削り落とし、400番のサンドペーパーで滑らかにしてスレッドが巻きやすいようにします。あまりきれいにする必要はありません。これぐらいで大丈夫です。抜き輪を3本マスキングテープでブランクに固定します。この3本の抜き輪はピンラインをセットするためのものが1本、巻き終わりの糸止め用が2本です。抜き輪の固定が終わったら黒色の C スレッドを巻いていきます。慣れないうちは巻き始めのスレッドが滑ってうまく巻けない場合も多いと思います。そんな時は動画のようにスレッドの端をマスキングテープで固定すると安定して巻き始められるので、うまくいかない時は試してください。ある程度巻き込んだらマスキングテープを剥がし、刃糸を切断し、ラッピングを継続します。巻き終わりの 4mm ほど手前でもう1本抜き輪を挟み巻き続けます。当初の予定の範囲を巻き終わったら、巻き終わりのスレッドを親指で押さえ、スレッドをボビンにロック、ハサミでスレッドを切断し、最後に投入した抜き輪に通します。抜き輪を引きスレッドを固定、切断、抜き輪を引き抜き、固定完了です。抜き輪を固定しているマスキングテープとガイドとして使ったマスキングテープを剥がします。ピンラインを入れます。シルバーとピンクのメタリックスレッドの A スレッドを40センチほど取り出し、最初にセットしておいた3本の抜き輪のうちの1本を使って黒色のスレッドの下側に引き込みます。引き込み終わるとこんな感じです。ピンクのメタリックスレッド以外をマスキングテープで固定し、残ったピンクのメタリックスレッドを巻いていきます。ここでは4周巻くことにしました。巻き終わったらシルバーのスレッドと抜き輪を固定しているマスキングテープを剥がし、抜き輪の一つにピンクのメタリックスレッドを通します。抜き輪を引き絞り、余分なスレッドをカットし、その後抜き輪を引き抜き固定します。シルバーのスレッドを巻いていきます。3周巻いて固定することにしました。残っている抜き輪を使ってこれまでと同様に固定します。これでフックキーパー部分のアンダーラップは終了ですが、いらないスレッドのはみ出しがある場合は切除しておきます。ここからはダイヤモンドラップ部分のアンダーラップです。抜き輪を1本マスキングテープで固定してからブラックの A スレッドを巻いていきます。だいたい 2mm 程度巻き終わったら刃糸を切断し、3mm 程度まで巻き、抜き輪を固定していたマスキングテープを剥がし、チャコールグレーの A スレッドの端を抜き輪に通し、刃糸をカット、抜き輪を引き抜き、ブラックのスレッドの下側に入れて固定します。ここからダブル巻きしていきますが、スレッドが転がりどこかに行ってしまわないように、スレッドを器に入れておきます。ダブル巻きの最後はブラックのスレッドでチャコールグレーのスレッドを押さえて巻き込んで固定、ブラックのスレッドのみでワインディングチェックまでを巻いていきます。巻き終わりが近づいたら抜き輪を投入し、これまでと同様に糸止めします。巻き終わったらバーニッシュスティックで慣らしておきます。テサテープとマスキングテープを組み合わせて作ったテンプレートをアンダーラップに貼り付け、 GS アイクレオスミスターカラーのシルバーと竹串を使ってダイヤモンドラップの基準点をアンダーラップにマーキングします。基準点のマーキングが終わるとこんな感じです。テンプレートは剥がしておきます。このマーキングに基準巻きの交点を重ねて巻いていきます。
スレッドはこの4色で左側から順番に巻きます。グラスのメタリックスレッドを5周巻くとこんな感じです。スレッドの端はワインディングチェックにマスキングテープで留めて巻いています。グラスのメタリックスレッドが巻けたら、ピンクのメタリックスレッドをグラスのスレッドの前後に3周ずつ巻きます。この時、前側と後ろ側を交互に巻くようにします。続いてブラックのスレッドも同様に3周ずつ巻き、最後にシルバーのメタリックスレッドを1周ずつ巻きます。シルバーのメタリックスレッドを巻き終わったら、マスキングテープでスレッドの端を固定してハサミでカットします。ダイヤモンドラップ自体はこれで完成です。本来はここから固定巻きをしていくのですが、私の場合うまく固定巻きができないので、プラスチック製のマスキングテープで仮固定し、スレッドの端を留めていたマスキングテープを剥がし、余分なスレッドを切除します。余分なスレッドの切除が終わるとこんな感じです。ここで一度エポキシコーティングします。使っているコーティング剤はマタギのバリーコートです。主材 1g に対して硬化剤 0.8g をよく混合し、筆で塗っていきます。約7ヶ月ぶりのエポキシコーティングで筆の使用感が不鮮明になっています。イージースティックとの比較を明瞭にするために、ここでのコーティングには筆を使いました。エポキシが塗れたらドライヤーで加熱してエアーを抜きます。気温が高い時は加熱するだけで十分浸透、エアー抜きできるので、シンナーでの希釈は不要です。エポキシコーティングが硬化したらマスキングテープを剥がし、ダイヤモンドラップの単面にできた段差をカッターナイフで削り、テーパー状にします。テーパー状に削り落とせたら600番のサンドペーパーで平滑にします。テーパーかけが終わるとこんな感じです。ワインディングチェックからスレッドを巻き上げていき、ダイヤモンドラップの単面を隠します。スレッドを止めたら再び KN フードを取り付けます。ルアーの貫通ワイヤーなどによく使う 1mm 系のステンレスバネ線を丸ペンチ、ペンチ、ラジオペンチを使って曲げ加工し、フックキーパーを作ります。鉄の合金は繰り返し曲げ荷重に弱いので、できるだけ修正の曲げ直しをしないようにします。少々いびつでも気にしないのがコツです。それなりの形に曲げ加工できたら、左右対称の長さになるようにワイヤーカッターなどで切断します。ロッドに合わせてみます。長さは問題ありませんが、座りが悪いようです。取り付け面とスレッドが乗る部分を削ることにしました。ユーターにダイヤモンドカッターを取り付け削ります。取り付け面は全体的に、スレッドが乗る面はガイドフットのようにテーパー状に削ります。削り終わるとこんな感じです。ガイドフットを削ります。ここでもダイヤモンドカッターを使って削っていきます。削らずにガイドラッピングをすると巻きにくかったり、スレッドとスレッドの間に隙間が開いてしまったりしやすくなるので、ガイドフット先端を尖らせすぎない程度にテーパー状に削ります。富士工業製のイージースレッドを使って飾り巻きなしの一色でガイドラッピングする場合はこの工程は不要です。削り終わりました。ティップ側ブランクにスパインのマーキングをしたら、エポキシ接着剤でトップガイドを取り付けます。トップガイドのパイプ内側とブランク先端の両方に接着剤を塗布し、トップガイドをねじ込み、はみ出した接着剤を拭き取ります。縛り式ガイドはマスキングテープで仮固定し、スレッドの巻き始め部分にもマスキングテープを貼っておきます。ダブルフットガイドも同様に仮固定します。飾り巻きのスレッド、シルバーとブラスの2本をブランクにマスキングテープで固定します。固定できたらブラックの C スレッドで巻いていきます。巻き始めが滑ってしまう場合は、ダイヤモンドラップのアンダーラップと同様にスレッドの端をマスキングテープで固定します。
インレイを入れる位置に来たら、今まで巻いてきたブラックのスレッドをこれから巻くシルバーのスレッドで押さえるようにして巻いていきます。戻す時も同様で、シルバーのスレッドをブラックのスレッドで押さえて巻きます。ブラックのスレッドで3周巻いたら、今度はブラックとブラスのスレッドを2本同時に巻いていきます。スレッドをマスキングテープから外したり固定したりと煩わしいですが、この方法だと失敗しにくくなります。この後もう一度シルバーのスレッドを巻いて飾り巻き部分の完成です。飾り巻きが終わったら抜き輪を投入し、ブラックのスレッドを最後まで巻き、スレッドの端を抜き輪に入れ、配当カット、抜き輪を引き抜き糸止めします。ガイドにしていたマスキングテープを剥がし、余分なスレッドを切断して終了です。もう一つのガイドフットも同様に、飾り巻きのスレッドをマスキングテープで固定し、巻いていきます。一つ目のガイドフットを巻き終わった時に、ガイドの位置ずれを直しておくと、後で修正が楽になります。ガイドラッピングが終わるとこんな感じです。バット側とティップ側を継ぎ、リールを乗せてトップガイドとリールの中心を結ぶ線にガイドの中心が位置するように修正しておきます。修正が終わったティップ側にはフィニッシングモーター取り付け用の適当なパイプを差し込んでおきます。修正が終わったバット側はこんな感じです。ガイドラッピングのついでに玉口補強のラッピングとネーム部分、前側単面を隠すための飾り巻き、フックキーパー固定のラッピングもしています。コーティングにはイージーコーティングセットとイージースティックキットを使います。内容物はこの3点。白い部分は軟質素材でできていて、こんな感じで曲がります。カップも同じ素材です。変形させることで硬化した後のエポキシを外せるようになっています。イージースティックキットには3種類のスティックが入っています。すべてコーティングセット付属のものとは違うもので、合計4種類です。幅のバリエーションは必要十分で、一つはスプーン状になっています。実際に使って使いやすいようなら筆の出番を激減させられそうです。ジャストエースの筆と比べてみると柔らかさはほぼ同等で、反発がやや弱い感じですが、エポキシがついた時の筆に近い気がします。カップの縁には段差があり、スティックを置けるようになっています。置いてみると転がることもなく良好です。2本までは置けるようです。K ナットをマスキングテープで固定し、回り止めします。バリーコートを混合します。混合比は重量比で10対8です。はかりを準備してカップを乗せた状態で0表示を合わせます。主材を 1g カップに注ぎます。正確に 1g 注げたら、続いて硬化剤を 0.8g 注ぎます。多くのエポキシコーティング剤は混合比にシビアなので、できるだけ正確に計量してください。カップ内のバリーコートをよく混合します。イージーコーティングセット、あまり混合しやすくないのでしっかり混合します。フィニッシングモーターにバット側をセットし、コーティングしていきます。イージーコーティングセット、実際にコーティング作業をしてみると、筆と同じ感覚でエポキシをすくうと、筆よりエポキシを運ぶ量が少なくなる傾向があり、意識的に多めにすくわないといけません。コーティングスティックの軟質部分はエポキシとよくなじみ、弾いたりすることもなく、塗ること自体は快適です。イージーコーティングセット付属のコーティングスティックの幅は、一つだけ持つとするなら最適と思われる幅で、シーバスロットやエギングロットのガイドコーティングなら他を持っていなくても対応できそうな設定になっており、今回のロットでもガイドコーティングは全てこれでできました。ロングコーティングに向いていそうな幅広のコーティングスティックに変えてみます。コーティングの面積が大きい場合は幅広のスティックの方が随分いいです。先端のギザギザが効いているのかは不明ですが、幅分以上の効果があるように感じます。コーティングが終わったら
ドライヤーで温めてエアーを抜きます。こんな感じです。エポキシコーティングが硬化したら、フィニッシングモーターにつけているブランクを入れ替えます。硬化したエポキシを外します。カップが柔らかいので外せますが、意外とへばりついていてきれいに取れません。もっと時間が経って硬くなれば取れそうですが、待ってられないのでこのまま使います。意外なことにエポキシの混合中や使っている途中で破片が剥がれることもなく、普通に使えました。コーティングが終わったらドライヤーでエア抜きし、硬化を待ちます。デカールを貼ります。デカールを水につけ、台紙が水を吸ったら引き上げます。しばらく待つとデカールをスライドすることができるようになるので、マークセッターを使って貼っていきます。マークセッターを塗布し、デカールをスライドさせ、ブランクに乗せていきます。位置調整をし、水分を吸い取ります。強く引っ張ると伸びたりちぎれたりするので、丁寧に扱いましょう。すべてのデカールを貼り終えたら静置し乾燥させます。バッドエンドキャップを800番のサンドペーパーでサンディングし、歪みを修正します。完全に平面になるまでサンディングしなくてもなんとかなると思います。サンディングできたら割り箸に固定します。こんな感じです。ブランクはワインディングチェックからバッドガイドのスレッドまでを残してマスキングします。デカールを保護するためにトップコートします。塗料は二液ウレタン塗料、ロックペイント製のエコロックハイパークリアです。今回の混合比は重量比で主材 6g に対して硬化剤 2g、 シンナー 10g です。エアブラシはノズル口径 0.5mm、 エア圧は 0.2メガパスカル、希釈用シンナーは速乾型です。吹き付け塗装でムラが出たり一部が垂れてしまう場合、ガンの運び方に問題がある場合もあります。対象物とガンの距離を一定に保ち、等速で平行移動するように動かしましょう。手首のスナップを効かせて円弧状に運ぶと垂れ、ムラの原因になります。吹き付けが終わったら硬化するまで静置します。バッドエンドキャップも同様に塗装します。多めに吹き付けて硬化待ちの間に馴染むことを期待します。ダメです。うねってます。見込みが甘かったようです。仕方がないので磨くことにしました。まず800番のサンドペーパーで水研ぎしてうねりを取ります。だいたい平滑にできたらサンドペーパーを2000番に変更して800番のペーパー目が消えるまでサンディングします。サンディングが終わるとこんな感じです。サンディングが終わったバッドエンドキャップをドリルドライバーに取り付けます。コンパウンドでペーパー目を消していきます。コンパウンドをティッシュペーパーに取り出し、ドリルドライバーを回転させ研磨します。最初の研磨が終わるとこんな感じです。コンパウンドを変更して再度研磨します。コンパウンドには機械研磨に対応していないものもあるので、注意して自分の使い方に合ったものを購入しましょう。コンパウンドを最終仕上げ用に変更して3回目の研磨をします。研磨が終わったらドリルドライバーからバッドエンドキャップを外し、残ったコンパウンドを拭き取ります。リングとゴム部分を取り付けてバッドエンドキャップの研磨完了です。バッドエンドキャップを接着します。リールシートのスリーブと同時に印刷したスペーサーをエポキシ接着剤でバッドエンドキャップに接着します。接着剤はバッドエンドキャップとスペーサーの両方に塗布し、組み合わせます。ブランクのバッドエンドの内周とバッドエンドキャップのスペーサー外周に
エポキシ接着剤を塗布し接着します。回転させながら組み合わせ、マスキングテープで仮固定し、接着剤の硬化を待ちます。接着剤が硬化し、マスキングテープを剥がせば完成です。完成重量 198.2g。 どうにか 200g を切ることができました。ブランクの重量が 112g あったことを考えれば満足できる重量です。あとイージーコーティングセットは手入れもイージーだったので筆よりいいかなって思いました。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になった、などありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。